つもろってともるなしです。なんか、お酒は慣れみたいなことを聞いていたので、大人になればなるほど強くなるのかなと思っていたんですけど、なんか弱くなっちゃっています。あれれということで今年もこの時期がやってまいりました。皆さんのちょっと怖い話とか不思議な話を募集したので、それを酒のつまみにしていこうかなと思います。私は結構お酒が入ると真剣なムードが作れないのでちょっと怖さを台無しにしちゃうかもしれませんが、楽しんで怖がっていきたいと思います。今回のテーマは結構広くしました。もちろん怖い話もそうなんですけど、不思議な体験であったりとか、自分のポンコツさで怖くなった話とか様々募集しました。一つ一つ丁寧に読みました。応募してくださった皆さんありがとうございました。そうですね、前半はちゃんと怪談っぽい話をご紹介して、後半はちょっとふざけた感じのお話をじゃんじゃん紹介していきたいと思います。ですので、怖いのが苦手な人でも全然聞けるんですけど、もうあまりにも怖いって人は後半まで飛ばしていただければなと思います。はい、じゃあね、今日はこれを買ってきました。2025年限定らしいよ。ほろ酔い冷やしパインでございます。ほろ酔いでちゃんとほろ酔いになれるルナシでございます。爪が怖い。では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。めっちゃこぼした。美味しいです。めちゃめちゃ美味しいけどめっちゃこぼした。ちょっと待って。では、一つ目をご紹介していきたいと思います。一つ目、ペンネームたんこぶさんです。僕は年に1回夏に心霊スポットに行くのが趣味で、もうかれこれ5年目ほどになるのですが、怖いもの見たさというよりは季節の変わりを感じるために行くんです。これは3年目の夏に行った関東の心霊スポットでの話です。いつものように電車で行き、駅から歩いて向かいました。
せんでしたが、少し重い空気が漂っていました。そこは団地の一つの建物のようになっていて、5階ほどありました。さすがに中に入るのははばかられたので、一周して帰ろうと思いました。しかし半周ほどしたところで、警備員が前から走ってきて、何してるんですかと叱責されました。わけがわからず理由を聞くと、自分が建物に入っていく姿が防犯カメラに映っていたというんです。私は入っていないですよと言いましたが、カメラの映像を見せるぞと言われたので、しぶしぶ警備室らしいプレハブ小屋についていきました。すると確かに自分が映っていました。まさかと思い服装を見ると、自分が着ているものではありません。警備員からは解放されましたが、まだ不思議なことはありました。映っていた服装は自分の学校の卒業 T シャツ。自分以外クラスメイトしか持っていません。不可解な現象を母に伝えようと電話をすると、あんた帰るなら電話してなと言われ、帰ってへんでと言うと、いや帰ってきたやろ、カメラに映っとったで、卒業 T シャツでと言われ、血の気が引きました。これが私の怖い話です。はい。これ私が選んだ理由は、なんか嫌だなと思ったんですよ。なんか単に幽霊が防犯カメラに映るとか見えちゃうとかよりも、自分がなんか自分の顔、体をした、霊的なものが至るところカメラとかに映ってしまうっていうのがめっちゃ嫌だなって思いました。あと、でもこの幽霊ちょっと可愛いなと思ったのが、卒業 T シャツを着てるとこですよね。卒業 T シャツがどういうものかわかんないけど、クラス T シャツみたいなやつかな。それ着てるいろいろな服装がある中で、卒業 T シャツを選んじゃう幽霊さんがちょっと可愛いなと思っちゃいました。ではでは2つ目をご紹介していきます。ペンネームはゆうけいさんです。数年前の話です。夢日記を半年ほど記録していた時期がありました。夢日記とは、寝ている時に見た夢を書き留めるもので、一般的に良くないこととされていますが、記憶力の向上が期待できるとネットで見て、当時受験期だったこともあり、興味本位で試してみました。日記をつけていると、夢の中で夢を見ているタジュームと呼ばれる夢や、殺されたり死んだりする夢、さらには寝ている時に誰かに背中を触られる感覚を覚えたり、枕元に知らない女性が立っていたりと、おかしな夢を頻繁に見るようになりました。今思うと、受験のストレスから来る一種の睡眠障害だったのかもしれませんが、夢日記をつけていて一番怖いと感じたのは、脳が記憶しているものが夢で見たものなのか、現実で起きていたこと
死のうかな、飛び降りたら一瞬かな、などとぼんやり考えていました。幸いすぐに夢だとわかりましたが、それ以来夢日記をつけるのはやめました。夢日記の記録は必ずしも悪いことばかりではないと思いますが、私はおすすめしません。長文失礼しました。ところでルナシーさんは今までに見た夢で印象に残っているものはありますか？ということで、ゆうけいさんありがとうございます。夢日記、いろいろとなんか話題になりますよね。私はものすごく印象的だった夢は時々メモってるんですけど、そんなちゃんと習慣的に夢日記はつけていないです。で、この今までに見た夢で印象に残っているものはありますかという質問なんですけど、そうですね、これ私本当に基本的に悪夢しか見ないんですよよく夢を見るし悪夢しか見ないで、なんか嫌な夢だからすごいグーって力を入れているせいか、いつも口の歯を食いしばったんだなとかわかる感じで顔の筋肉が疲れて目覚めることが多いですね。てかいい夢って何みたいなレベルなんですけど、いつも怖い夢が多くて、特にここ数ヶ月で忘れられなかった夢は、私夢の中で自分の部屋の玄関だったり窓だったり、あらゆる窓の鍵を閉めてももう絶対に気づいたら開いちゃうんですね。閉めても鍵が閉まらなくて、私が寝ている時に何か物音がしてパッて目覚めたら知らない人が入ってきて、布団の中でどうしようってなって、でその犯人が目の前に来るところでパッて現実で目が覚めるみたいな。でそれで家の中に誰もいないことを確認してふーって安心するみたいなことがあって、それは怖かったですね続きまして3つ目、ペンネーム廃工場の拓也さんです。これは私が小学生の頃、同級生から聞いた話です。その日は彼は一人で男子トイレに入り、小便器で用を出していました。その時、背後から強い視線を感じたそうです。怖くなって振り返ると、個室のドアが少しだけ開いていて、そこから誰かの顔が半分だけこちらを覗いていた。髪は赤く、顔は緑色。確かにこちらをじっと見ていたと彼は言います。あまりの恐怖に逃げ出した彼は震えながら、今いたと腕の鳥肌を立てながら訴えてきました。話を聞いた私たちは 4,5 人でトイレを確認しに行きましたが、個室には誰もおらず、鏡などもなく、姿が映るようなものは何もありませんでした。けれどあの時の彼の凍りついた表情、あれだけは今でも忘れられません。普通トイレの花子さんといえば地域差もありますが、女子トイレおかっぱ頭、赤いスカートが一般的です。
スランプに登場する地球外生命体の片割れ、これが覗いていたらなんか顔が緑で髪の毛が赤って思っちゃう可能性もあるなと思いました。で、次が結構有力で、ガチャピンとムックが覗いていた。これも2人が肩を寄せ合っていたら顔が緑で髪の毛が赤に見えるのかなと。で、最後はヒコニャン。これ見間違いですね。この緑のところが顔に見えちゃって、で髪型が赤に見えたみたいな現象なんじゃないかなと思います。心霊現象本物もあるし、9割は見間違えていますからね。では4つ目です。ペンネームハイジンさん。タイトル、僕が心霊スポットに行くことをやめた理由。これは自分が沖縄に住んでいた時の話です。大学に入り、自動車の免許を取得し、友達と暇を見つけてはドライブに行っていました。この日も3人でドライブがてら心霊スポットに行くことになりました。目的地は畑の近くにある防空壕でした。少し離れた場所に車を止め、目的地まで歩くこと10分、防空壕に到着しました。入り口からどんよりとした雰囲気があり、中を探索したところ、当日買っていたであろう陶器だったり、銃弾の火薬入れが落ちていたりと、時が止まっているかのような不思議な気持ちになりました。ただ、肝心の霊現象は起きず、防空壕から出た僕たちは、雰囲気はあったけど何か物足りなかったなぁと言いながら、車まで戻ることになりました。車に戻る畑道には、街灯が3本しかなく、ほとんど真っ暗な中、進んでいました。1本目の街灯では何事もなく通過したのですが、2本目の街灯に差し掛かった時に、自分が友達の着ている服に何か違和感を覚えました。そして3本目の街灯の真下に来た時に、はっきりとそれが見えました。友達の一人は上下白のジャージを着ていたのですが、そのジャージにびっしりと血の手形がついていたのです。自分はすぐにそれを友達に伝えると、その友達は気づくや否や軽くパニックになってしまいました。とりあえず機械を買いに行こうということになり、車まで全力で走っていきました。車に乗り込み、友達がエンジンをつけようとした瞬間、急にカーナビのライトが点灯しました。突然のことに3人で固まってしまい、驚いていると、そのカーナビから「おい、次はないからな」と低い男の声で言われました。これを機に心霊スポットに行くことをやめました。皆さんも軽い気持ちで行くことはおすすめしません。ということで、ハイチンさんありがとうございます。いや、本当に一つ目の階段でもそうでしたけど、心霊スポットに行く人の意味がわからない。いや、ディスってるわけじゃないですよ。ディスってるわけじゃなくて、よく行ける度胸があるなって思います。私はもう怖すぎて無理です。たとえ霊的な現象が起きなかったとしても、良くないところだよって言われている昔か
私は某警備会社アルソックの機械警備隊員として働いておりました。機動隊の仕事は契約者や契約店舗、契約民家に警報器やセンサーを取り付けて、その発砲シグナルを受信すると現場に出向き、原因の対処を行うことがざっくりとした仕事内容です。なお、廃病院や廃屋など持ち主がいない家屋については倒壊などの恐れがあるため、国や県からの仕事としてセンサー類を取り付け、人が肝試し等で入らないよう同様に出航しなければなりません。前置きが長くなりましたが、今回は関西の田舎の方の山あいにある廃病院の空間センサーが午前1時に発砲したことにより、私一人で現場に行った時の話です。廃病院到着は1時半頃、機動隊員は全員イヤホンをつけてオペレーションセンターの職員と会話で常に連絡を取りながら仕事をします。オペレーターの方から発砲場所は廃病院の玄関口にある空間センサーであるとの情報を聞き、病院の入り口に車を止めてライトをつけずに外観を見ました。病院3階にライトの光が人の高さで移動しているのが見え、肝試しやめてくれよ。間違いなくあいつらのせいでセンサーなったわ。とオペレーターの人と会話をしながら敷地へと入りました。警備業のマニュアルでは、建物の改修を点検し、不審者や不審物がないことを確認した後に内周点検と定められており、半ば自分の存在に中の人間が気づいて逃げてくれないかなと思いながら回収点検を終えました。特に異常がなく内周点検に突入。1階から一部屋一部屋わざと大きな音を立てて5階建ての病院をすべて見て回りました。しかし作業を終えても誰も見つからず、ほっと一安心。物音に気づいて逃げ帰ったんやなとおしゃべりをしながら、今度はコントロールセンターに向かいました。仕事なのでこれが原因で発砲したと断言できる物証などを提示して報告書を作成するためです。犯人がいた場合は捕まえてそれを書けばいいのですが、誰とも出会わなかったため病院内のコントロールセンサーにて監視カメラの映像を証拠にするためです。というわけで施設内のセンターに移動し電源をオン、その区画だけ電源をつけて監視カメラのログのチェックを始めました。効率を重視するためカメラのデータをオペレーターに送信し、2人で別の時間を見ながら作業をスタート。自分は午前1時に発砲を受けたため、その5分前のあたりから病院内部に入るには絶対に通らなければならない玄関口映像を再生して見ておりました。15分後、やば、誰
本くんって何時に上京開始したっけとやけに鮮明な声で問われました。私は1時30分くらいのはずやけどちゃうかったっけ。何時で上京開始の連絡そっちで入れてる。1時32分。いや分かってるんかいといった会話をした後、オペレーターがこう言いました。ちょっとその時間のカメラの映像見てくれへん。私は言われた通り、自分が施設内に入ったタイミングの時間のあたりを見始めました。ない。私が映ってない。私が通った時間の自身のライトの光さえも何もカメラのログには映ってなかったのです。そしてそのタイミングを見計らったように、実は私結構前まで遡ってみてんけど、昼間とかに来てたっぽい肝試ししてた子らの映像とか、昼間の定期見回りの職員とかの姿は確認できてんけど、橋本くん、君だけ映ってへんのよ。と言われた瞬間、全身で鳥肌が立ち始めました。まずいまずい、これはやばい。ここはやばすぎる。霊感とかねえけど絶対やばい。と思い、動こうとした瞬間、コントロールセンターの電源がプツッと突然消えました。もうパニックで全力ダッシュでドアを開けて出口まで走っていきたい気分でしたが、怖くてできず、後ずさり部屋の角まで後退して無駄に警棒を正眼に構え、そこから一歩も動けなくなりました。もちろんその間もオペレーターにはずっと泣き言です。ここマジやべえよ。仕事辞めるってマジで。これもうマジどうしたらいいん？マジ助けて。誰か呼んで。動いたらやられる。絶対やられる。待機してる隊員マジで呼んですぐ死ぬ。ほんま無理。あとあと音声データで聞くとこんな情けないことを口走っていました。オペレーターからはずっと慰めの言葉、大丈夫とか、応援の隊員来るまであと40分くらいかかるかもなどのやりとりで、私は待つ選択を取りました。その後、別の隊員が到着し、小朝で号泣している私と共に、その場を何事もなく帰っていきました。今思うと、回収点検の際、もし本当に肝試しなどの人が来ていたなら、異常がなかった方がおかしいことに、その時点で気づくべきでした。あんなところに行くのに車も、ましてや自転車もなく、田舎の人の住居から離れた場所に行くなんてことはないでしょうからね。その後私は退職しました。結果あの時別に襲われたわけでもなく、カメラに映ってないのと電気が落ちただけですが、あれほど気味が悪く恐ろしい気分になったことはありません。怖い話などを前まではフィクションだとバカにしていた私ですが、案外本物の怖い話は意図や目的などが意味不明なものなのかもしれないと思うようになりました。ということで、アロハさんありがとうございました。警備会社で働いていると、夜中の廃病院とかに一人で点検に行かなきゃいけないことがあるんだなって初めて知りました。で、その後もう実際に退職されたというところまでがセットで、
で撮影していた野じ馬たちの方です。死体を撮影して保存してどうするのと思いました。なんか人間の狂気性を感じました。ちなみにフィリピンでは死体の運び出しを隠さずさらけ出したまま運び出すらしいのです。ガードマンは銃を口にくわえて自殺したのですが、ちょうど運び出しの瞬間を見た同僚曰く、ガードマンの顎が完全にゼロ距離発射により吹っ飛んでいたそうです。ということです。ありがとうございます。事件の現場とかちょっと残酷な現場に出くわした時に、人間がみんなスマホを向けている光景ってなんかちょっと異様ですよね。これルナシーもすごい最近じゃないな、いつだったかな、今年割と高いビルの商業施設に夜友達と行って、でなんかちょっと人だかりができていたその先にブルーシートがあって、ちょうど救急車が到着するような感じだったんですね。なんか事件があったのかなみたいなことを話してたら、数十分後にニュースでその商業施設のビルから誰か飛び降り自殺して、そしたらそこの下の通行人と衝突したみたいな事件があったんですね。だから多分数十分自分がここに来るのが早かったら、自分がその被害者になっていた可能性もあったんだなって思うと、どれだけ注意深く生きていてもいつ生死に関わる事件に、巻き込まれるかっていうのはわからないんだなってすごく思いました。はい、一旦前半部分を終わるので、ここで除霊をしておきたいと思います。皆様の肩が軽くなりますように。
の日、後ろの席の友人には悪い、今日はどうしても眠いから起こさないでと伝えてあったにもかかわらず、背中をトントンと叩かれ、一度目は無視、再びトントンと叩かれた僕は、うるせえなぁとぐるっと振り返りました。そこにはニコニコした校長先生が立っていました。怖いですね。基本的にルナ氏はクソ真面目な性格だと自負しているんですけど、だからどれだけ退屈で眠たい授業とか大人の話も目をあっぴらいて相手の目を見てちゃんと聞こうって頑張ってたんですけど、その頑張ってたがゆえに今でも世界史の授業で爆睡して、世界史の先生にトントントンって机を叩かれて、立って顔を上げたら世界史の先生の顔があったみたいな情景が今でも忘れられないですね。はい。しゃあないですよ。はい。でも今でも申し訳なかったなと思います。申し訳ない。やっぱり人前で喋るって大変じゃないですか。人が話しているときはしっかり真剣に聞こうって思います。はい。では次。ペンネームまこちさん。これはちょうど7月に入ってすぐのお話です。休日の夜に友人とゲームをしようとモニターを起動した時でした。何か違和感を感じ、ふと壁を見ると何か黒い点が視界の隅で動きました。そうです、やつです。G が私の部屋に現れたのです。恐怖とパニックで発狂しながらもクローゼットに入っていくのを見届けて、すぐに業者を呼びました。業者が駆けつけるまでの40分間、何としてでも駆除してもらうため、そのクローゼットを一瞬たりとも目を離さずに遠くから監視し続けました。40分後、業者の方が到着し、駆除をしてもらいました。二度と同じ経験をしたくない私は、業者の方に部屋の隅から隅までお祓いをしてもらうことに。ちなみに追加で4匹出てきたらしいです。ようやく一件落着かと思いきや、あまりの恐怖ですっかり忘れていました。そうです。今回の駆除とお祓いは無償ではありません。そのお値段なんと7万円。なんとも恐ろしい夏のスタートを切りました。待ってゴキブリの駆除って7万もかかんの？ゴキブリの駆除って7万もかかんの？やばくない？マジ？センサーが反応しちゃった。明るすぎるよね、これだと。明るすぎる。でも時間が経てば消えると思う。あまりに7万円という高額に驚いて、ちょっと電気のセンサーを反応させてしまった。来た。いや、ほんと G は怖いですよね。G は怖い。ルナ氏はめちゃめちゃ1年単位くらいで引っ越してるんですけど、直近の家が初めて1階の部屋だったんですよ。で、人生で初めてG が出た夜があったんですよ。もう今でも鳥肌。でも、もう自分で何とかしなきゃいけない、誰にも頼れない、自分で何とかするんだと思っ
皆さんも、夏は気をつけてくださいね。次、ペンネームあさん。ある日出先でお腹が痛くなり、駅のトイレに駆け込んだ時の話です。一通り用を出し終え、お尻を洗おうとウォシュレットのボタンをポチッと押すと、隣の個室から男性の叫び声が上がりました。なんだ。僕は突然の出来事に戸惑いつつ、どうしましたかと尋ねようとしたけれど、勇気が出ず言えずじまいでいました。気持ちを落ち着かせようともう一度ウォシュレットのボタンをポチッと押すと、またも隣の個室から男性の叫び声が上がりました。僕は怖くなり、早くトイレから出たいと思いましたが、その時あることに気づいたんです。そういや、さっきからウォシュレットの水が出ない。トイレの水が出ず、隣からは男性の叫び声。僕は狭い空間の中で恐怖でブルブル震えていました。ほどなくして隣の個室からゴソゴソという動きが、先ほどの男性がまるで何もなかったかのように用を済ませ、ポチッとボタンを押す音が聞こえてきました。その瞬間、僕のお尻に何か生温かい液体が当たったのです。思わずうわーと叫びそうになりましたが、そこはなんとか抑えました。そしてはっと思ったのです。もしかしてさっきの男性の叫び声もこれが原因。そう、僕がウォシュレットのボタンを押すと、隣のトイレの水が出て、隣の人がボタンを押すと、こちらのトイレの水が出ていたのです。後日トイレメーカーさんに話を聞くと、どうやら洗浄トイレの基板にはそれぞれチャンネルがあり、たまたま同じチャンネルのトイレが隣同士になって誤作動を起こしたのではないかというお話でした。これなんか好きなんですよね、個人的に。めっちゃおもろい。だって自分が押したらさ、隣のウォシュレット、また言っちゃった。自分がウォシュレットのボタンを押したら隣が発動するっていうの、なんかたまらないですね。なんか全然関係ないんですけど、なんかすごい迷うのが、そういう公共の場所のウォシュレットってなんかノズルが綺麗なのかなとか結構疑わしくて、なんか公衆
親に聞いた初めての怪談です。これを相当真面目な顔でされて、いろんな意味で恐怖しました。めっちゃ面白いね。恐怖の味噌汁は恐怖の味噌汁、五七五のさ掛け言葉ですね。素晴らしい掛け言葉。面白い。これあるあるだね。ペンネームルナシー大好きさん。自分で操作した時は何らかの不具合で動かないのに、できる人に見せようとして同じことをするとなぜかうまくいく。あるあるですね。めっちゃわかるわ。あとはあれですね。ちょっと毛色が変わると、ペンネームチャックロゲーさん。TikTok アプリはある国に個人情報が全部抜き取られているっていうやつですね。これも結構言われてますよね。日常の怖い話みたいな。本当になんだろうな、怪談系の霊的な怖い現象から、いろんな日常に潜むちょっと変わった怖い話まで盛りだくさんですね。では最後に除霊していきます。はい、ということで皆さんたくさんの、体験談だったり不思議な話をありがとうございました。やっぱり人はね、人の記憶っていうのはとても曖昧ですぐに忘れてしまうことが多いので、何か不思議な体験をしたときはスマホとかにメモしてまたルナシに送ってくださると嬉しいです。はい、ルナシはこういうなんだろうな、現実とはちょっ